一番お手軽なアームと竿とリールがセットなので、なんともうセットで1000円。非常に安いですね。これしかもさっきのナイロンがもう巻かれてる。ね、子供が初めてしたりするんで、もうこれで全然ね、ちょい投げ、アジ、イワシ、キス、ちょい投げ、サビキ釣りなんかで、しかも親切にね、あとどんなものがいるよっていうのも、これには含まれてないけど、こんなのあった方がいいよっていうのを全部書かれてますから。で、選ぶときには、どういう重りまで使えるとかっていうのが、これがね、4号から10号までの重さですよとかね。今、リールについてるのが120メーター巻いてますよとか。だから本当、堤防で、先ほどのサビキを使って、アジとかイワシとか釣る分には、これとさっきの餌とサビキとあったらもう釣りができちゃうというのがこういうやつですね。こっちとこっちのこう、使い分け、竿の使い分けみたいな、どういう長さが、60センチ違いますね。1メーター20と1メーター80だから、長さがまず違うので、釣り場、長い方がいい場所だったら絶対こっちですし、長くなくて足元で釣る。穴釣りとかはやりやすいですかね。とか、これはね、グラスソリッドだから結構しなるんですね。竿の先が。で、2ピースで、ここがここに上に刺さる感じで、こう投げた時のこの竿のしなりで仕掛けを飛ばす。しなやかに曲がる。なので、比較的軽いルアーなんかを投げるときに投げやすい。こっちは逆に硬すぎるんで、軽いルアーを投げようと思ったらなかなか飛ばない。から重たい、さっきのジャミのカゴとか、重たいものを真下に落とすとかっていう釣りとか、キス釣りのような投げ釣り、重たい重りをつけて投げる釣りに適してます。軽い仕掛け、こっちは重い仕掛けのようなイメージですね。こっちはね、どっちかといえば、このベイトリール。これをこうセットしてやるタイプの釣りに適してますね。こういうダイソーにもこういうベイトリールがあるのすごいですね。それぞれ特徴とかどういう時にどっちのリールがいいっていうのは。主に、スピニングリールっていうんですけど、こちらは。これは投げる釣りに適してる。もうベール返して投げてやるっていう釣りがこのスピニングリールに対して、基本的には投げ釣り用みたいな。そうですね。でベイトリールは真下の釣り、バーチカルっていうんですけど、真下の釣りに適してる。これは投げられないんですか？いや、投げれます。これも投げることもできる。投げるのもできるんだけど、ちょっとテクニックがいります。投げるときに。どっちがよく飛ぶかって言ったら、めっちゃ上手になったらこっちの方が飛びます。そうなんですか。スプールが、この回る部分がこう、縦になってますね。糸がこう出るところに対してこう、縦に巻いていく。で、こっちのスピニングは、こっちに糸で出ていくけど、横に巻くんですね。なので、ここでワンクッション、抵抗があるので、投げるときもガイド、スプール返して投げますけど、この輪っかを経由して出ていくんですね。こっちはまっすぐ出ていくだけだから抵抗少ないから、うまくやるとこっちの方が飛ばせれる人がいますけど、私はできないです。でもじゃあ僕もこの前穴釣りして、これだと落とすだけだとなんかちょっとやりにくいな。そう。スプールをこっちだったらもう片手でできちゃうんで、こういう時にこういうリールがやりやすいなと思って。ブラックバスを釣る人なんかこれで投げますけど、そういうのもこういうしなやかに曲がるそのしなりのいい、竿の反動を使って投げれるのとのセットですね。いやー、夏くんの船になるといろいろね、また教えて、初心者にもいろいろこうね、あれがいいや、これがいいよみたいな、教えて
もらえますよね。その方のね、行かれる場所とかね、やりたいことによって、釣り具もこんだけあるから、何を選んだらいいかとかね、どういうことしたらいいかなっていうのは、またいろいろお話はできるかと思いますんで。ね、松山沖の魚に関してはもう何でもしてますからね。そうですね。ですね。何でも釣れるかどうかは私は分からないです。あと、こういうね、仕掛けを組み方とか、こういったのも、ものによって違ったりとかするので、その辺もご質問いただければね、結び方とか、ご案内できるかな。あと、ちょっとした、テクニックとして、今これ釣り具コーナーじゃないですか。ここの横にね、手芸コーナーがあるんですけど、私がこういう釣り具なんかをメンテナンスしたりする中で、手芸コーナーのあるパーツを使って、何ですかそれは。簡単にするものなんですね。手芸コーナーのパーツ。手芸コーナーの前に、じゃあ、文房具コーナー。文房具。文房具も使うんですか。文房具コーナーの方に。ありましたね。お、ス君が。なんかカッティングマット。はい。で、これも今日はちょっと長いのはあんまないかな。長さ的にこれ長いの。どこのダイソーさんにもこういうカッティングマットってあるんで、これって主にペーパーをこういうカッターなんかでね、切るときに机に傷がつかないようにするためのものなんですけど、これ便利なのが1センチごとのマスがついてるんですね。で、魚釣りの仕掛けを作るときに同じものを量産したいよとかっていうときに、いちいちメジャーで測ったりして長さを切っていくのめんどくさいじゃないですか。そういったときにこのカッティングシートにマスがあるんで、それに合わせて切ると。仕掛け作りで活用してると。そうです。で、これで切った糸を使って針を結んだり、いろいろするんですけど、こういうのがまずは文房具コーナーとしてよく使うのが、とここにある文房具用のハサミ、これもよく使います。ステンレス製とか。これがあるんで、これはね、意外とこういうのとかこういうの、チタンコーティング。錆に強いって書いてますね。船の上に置いとっても、結構錆びにくいんで、よく使います。やっぱり錆に強いっていうのね。こちらですね。接着剤。はい。で、結構瞬間接着剤って、ホームセンターとかでもいっぱい売ってますけど、使い切ることってありますか？なかなかないですよね。ないですよね。で、このダイソーさんの小分けになってるのがあるので、小分け便利ですいいですよね。使い切りで持っとくと。で、常時釣り具のタックルボックスで釣り道具入れてるとこに入れてたり、家にも置いておいて、これを使ってさっきの釣り具のお経で、例えばタコのエギ、タコって重たいからどうしてもこの接続部とか、かかる針のところの付け根とかっていうのが抜けてしまったりします。なので使う前にちょっと補強でつけてやると、この一手間で全然変わってくると。変わってきます。で、タコは落としていくバーチカルの釣りですけど、イカはこのエギを投げるんだけど、たまにあるのがこの先だけ帰ってきて、ここから下が抜けちゃう。抜けて、どうしてもそれはものによってはあるんで、そういうのもこういうちょっと使う前に一回補強しとってやるというのが一手間ですけど、一つテクニックですね。そうしてやることによってこの安さ重視のものが、釣り具屋で売ってると同じような強度になってくると。一手間で。一手間です。そして、手芸工の方で、普段多分こういうコーナーに来ることないと思うんですけど、趣味が私はよく来るんですけど、つくんですが、何を使うんでしょう。ここの中でいうとこのね、逆作用ピンセット。逆作用、これ初めて見ました。普通のピンセットってこう開いてて、つまむと先っちょが閉まるじゃないですか。こいつはここをつまむと先っちょが開きます。
はいはい。逆作用。はいはいはい。逆作用ピンセットね。はいはいはい。そういう意味で逆作用。これを使って、先ほどの平場の針で消耗品なんで、針を結び直す時にこれが活用できます。でもなんで手芸コーナーのものがって思うかもしれないけど、これはね、後ほど実際使ってみて、やってみるのが一番わかりやすいかなと思います。実演してくださるんですか？はい。あら、もうこういうのを活用してと。そうです。ビーズですね。これはより女の子っぽくなってきましたが、なんか可愛らしいもの。いろんな大きさがあります。4ミリ、このミリ数が書いてあるように4ミリとか6ミリとか、まあ大体6ミリぐらいが使いやすいかな。まあカラフルないろいろあるんですけど、これはいろんな仕掛けの中でクッション材として使います。まだイメージできてないですよね。穴、これ糸通すんですか？そうです、そうです。これ全部穴開いてますね、確かに。はい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 。これめちゃめちゃ入ってるんですよ。これだけで何個入ってるんだろう。81個とか。100円で。80個仕掛け作れますよと。こういうのは釣り具にも十分活用できると。組み合わせでできるので。これがじゃあどこに使われるかっていうと、さっきのここの付け根でゴム管で止まってるんだけど、ちょっと分かりにくいけど、ここに道糸というかこのラインが通ってて、例えば、ものによったらこの重りとここと干渉するところにああいうビーズを1個クッションとして入れたりとか、このラバーを止めるための付け根のところの干渉材として入れたりとか、であれ自身が色がいろいろあって、ちょっとなんていうかな、フラッシング効果でキラキラするのも出したりできるので、ああいうのをワンポイントとしてやるとか。でここの中のこの針、これがどうしても消耗品なので、さっきの逆作用ピンセットを使って、こういう針を、結び替えるという作業をして、例えばこれ今2本針ですけど、こういう3本針にしてみたりとかっていうカスタマイズができるための、まず基本の道具としてさっきの逆作用ピンセットが使えますよという感じですね。結構人によったらずっとね、切れなかったら同じ針を使ってる人もいるんだけど、どうしてもこの針先って、1匹釣ると先っちょがちょっと曲がったりとか貫通力が弱くなったりとかするんで、1回の調光で、変えた方が本来は毎回変えた方がいいかなと。そうなんですね。こだわるとそれぐらいやっぱどんどん、その1回のチャンスをどれだけ確率よく取れるかっていうと、こういうのがこういうちょっとした見えない努力が大事かなと思います。はい。